ゆっくり海外鉄チャンネルへようこそ。このチャンネルではアジアを中心に世界の鉄道を紹介しているよ。我々が今いるのは中国の内モンゴル自治区のフスホトだ。フスホトは内モンゴル最大の都市で、人口は360万。フスホトという地名はモンゴル語で青い町という意味で、緑豊かな土地なのが由来だそうだ。そのため、フスホトには成城という別名があり、また、地元民はフスホト市を省略したフ市という略称で呼んでいる。フスホトは内モンゴル自治区でありながら漢民族が多い町だが、モンゴル族や海賊も居住しており、市内には歴史のあるチベット仏教寺院やモスクが存在するぜ。内モンゴル自治区は雨が少ないと聞いていたけど、今日はあいにくの天気だね。そうだな。今回は雨に濡れずに取材ができるフスホトの地下鉄を紹介するぜ。フスホトって中国の地方都市の中でもマイナーな方だと思うけど、地下鉄が走っているんだね。中国では驚くべきペースで地下鉄の建設が進んでおり、今やラサ、西寧、金線、廃港以外の全ての省都に地下鉄がある。内モンゴル自治区最大の都市、フスホトも例外ではなく、2019年に1号線、2020年に2号線が開業し、現在に路線が運行されている。早速乗りに行こう。まずはフスホトの空の玄関口、フスホト空港から1号線に乗車する。フスホト空港の最寄りの駅は1号線終点のバヤン駅。正式名称はバヤン機場駅で、が入る少し変わった駅名だ。空港のターミナルからは200メートルほど離れている上に、直結する通路はないぜ。この駅は高架駅なんだね。フスホト地下鉄はほとんどが地下区間で、地上高架区間はバヤンを含めた1号線東端の3駅しかないぜ。看板に中国語でない文字が書かれているね。これはモンゴル語だ。内モンゴル自治区では公共の標識はモンゴル語の併記が推奨されている。モンゴル国のモンゴル民族はロシアの影響を受けキリル文字を主に使用しているが、内モンゴル自治区のモンゴル民族は旧来のモンゴル文字を使用している。モンゴル文字は縦書きで、行は左から右に読む。フスホトでは街中でもモンゴル文字が書かれた看板が多いぜ。異国情緒があっていいね。駅に入ってみよう。自動の券売機が設置されている。中国の地下鉄でよく見るタイプの普通の券売機だが、モンゴル語も表示されるぜ。支払いは QR コードか現金が使用可能で、チケットは2元から7元だ。タッチパネルの画面は中国語、英語、モンゴル語の3言語に対応しているんだね。チケットは再利用可能なカード型で、降りる時に改札機で回収される。馬のロボットのマスコットキャラクターが描かれているぜ。モンゴルっぽいデザインだね。アプリを導入すれば QR コードでの乗車も可能なようだぜ。改札を通ってホームに上がってみる。フスホト地下鉄の駅はフルスクリーンドアが整備されている。電光掲示板では次の発車までの時間が表示される。フスホト地下鉄は6分から10分おきに運行されているぜ。結構本数が多いんだね。バヤン駅は終点で、駅の東側に引き込み線がある。ホームの端ではホームドアのガラス越しに誘致線に入る車両を見ることができる。ほぼ近く間のフスホト地下鉄で唯一の撮影地だ。連休だからか電車を見に来た子連れの地元民もいたが、警備員に注意されるようなことはない。列車の撮影も特に問題ないようだぜ。公式に確認を取ったわけではないので自己責任でお願いします。フスホト地下鉄は標準機で、架線電化方式だ。車両は長春機動客車製。4扉6両編成で、最高速度は80キロだぜ。面白いデザインの車両だね。そうだな。この車両はフスホト地下鉄限定の形式で、内外装には内モンゴルならではの衣装が取り入れられている。まずは全面形状。曲線的なデザインで、運転台周りが黒でまとまっている。湾曲した大きなライトは点灯時に全体が発光する。地下区間が多い路線だが貫通扉はないぜ。中国の地下鉄では貫通扉がない車両が結構多いみたいだね。大きなバッパーがついているが、車体下部が黒で統一されているためあまり目立たない。スカートは車体と連続した曲線的な形状だ。車体断面は上部がすぼんだ形状で、プラグインドアを採用しているため車体側面は滑らかだ。雨どいがなく、車体側面と屋根が連続しており、全体的に凹凸が少ないすっきりした外見になっている。ドアは青色で、四隅にモンゴル族の伝統的な文様が描かれている。白い車体と青いドアは草原の大空を象徴しているらしく、ドアの文様を除けば1号線、2号線ともに同じ塗装だぜ。路線カラーとは関係なく青色なんだね。車内も見てみよう。フスホト地下鉄の車両は内装も凝ったデザインになっている。座席の仕切り板は乳牛の柄のデザインだ。これはフスホトの主要産業が乳業であることに由来する。1号線の西側終点の入り健康谷は中国の乳業大手、入り社のテーマパークなので、乳牛のデザインが採用されたようだぜ。座席は中国の地下鉄では珍しいクッションがついている。座布団程度のものではあるが、長時間の乗車ではありがたい。吊り革は珍しい C の形で、顔がついている。これは新石器時代の鉱産文化の出土品、翡翠の竜を模したデザインだ。翡翠の竜は内モンゴル自治区石宝で出土したもので、厳密にはフスホト市とは関係ないぜ。ご当地名物を生かした内装、いいね。フ
フスホト地下鉄の車両は各所にこだわりを感じる部分があり、洗練されたデザインだと思うぜ。貫通扉上には電光掲示板があり、中国語、英語、モンゴル語の案内が流れる。ちなみに、アナウンスも中国語、英語、モンゴル語で行われるぜ。モンゴル語のアナウンスが流れる地下鉄、世界広しといえどフスホトだけなんじゃないかな？ドア横にも行き先や次の駅を表示する画面があり、こちらもモンゴル語で表示されるぜ。車内には大きな中国国旗のステッカーが貼られている。国潮ブームで愛国ムードが高まっている昨今の中国だが、地下鉄に国旗が貼られているのは結構珍しいのではないだろうか？列車に乗って中心部に向かってみる。1号線東端の3駅、バヤン、白島西、シーラン台は高架駅だ。車窓からは防音壁越しにフスホト白島空港が見える。フスホト空港は中国の国産飛行機、ARJ21 の運航拠点になっており、置き止めの機体を見ることができるぜ。フスホトに来た際はまだまだ珍しい存在の中国製旅客機に乗ってみるのもいいかもね。ちなみに、終点のバヤン駅以外の高架駅もホーム端からの撮影が可能だが、上下線間に避難用通路があるので構図がいまいちだぜ。高架区間は全区間に防音壁があるから、敷地外から撮影するのは無理そうだね。フスホト地下鉄1号線の全長は21キロで、駅は20ある。中国語の駅名が多いが、ホーブタチ駅のようなモンゴル語地名に由来する駅名もあるぜ。また、1号線は鋼鉄の発着駅、フスホト東駅も通っている。フスホト東駅からは北京や宝東方面に向かう京宝線高速列車が運行されており、フスホト東、北京北間を2時間9分で結ぶノンストップ列車もあるぜ。フスホト、意外と北京から近いんだね。新華広場駅はフスホトの都心に位置し、1号線と2号線の乗り換え駅だ。次は2号線に乗車してみよう。2号線は2020年に開業した。全長27キロで駅は24ある。1号線は東西方向にほぼ直線であるのに対して、2号線は都心部を南北に貫く C 型の路線だ。使用車両は1号線と同じ形式だが、車両運用は1号線、2号線で区別されており、2号線用編成は1号線編成とは内外装が異なっている。外見はほぼ同じだが、よく見ると貫通扉の文様が違う。内装はさらに1号線車両との差が大きい。つり革は1号線と同じ玉竜の形状だが、路線カラーを反映し青色だ。手すりは先端がリアルな馬の頭の形になっている。モンゴルの楽器、馬頭琴から着想を得た衣装だと思われるぜ。これは遊び心のあるデザインだね。一部編成は天井がまるで空のように光る特別仕様だ。内モンゴルの大草原の空を表現しているそうだぜ。2号線は全区間が地下だけど、地下にいながらにして草原の大空を体験できるんだね。ただ、照明が空の模様のカバーで覆われているためか、車内は通常の車両と比べて少し暗い。特別仕様が何編成あるかは不明だが、割と珍しいように感じた。今回の取材では2号線の車両しか見ることができなかったが、1号線にも青空編成が存在するようだぜ。フスホト地下鉄の車内や駅には中国でありがちな共産党プロパガンダポスターが貼られている。内容は社会主義革新価値観や、都市環境の改善に関するものが多いぜ。少数民族自治区だから特別なプロパガンダがあるのかと思ったけど、割と穏健な内容だね。青空列車に乗って南側の終点に行ってみる。終点のアールシャンルー駅は何もない空き地の真ん中にあるぜ。時折話題になる空き地の中にポツンとあるタイプの地下鉄だね。ただ、さすがに駅の周りが大草原ということはなく、すでに市街化された地域ではあるためいずれ空き地に建物が建つのだとは思うぜ。フスホトは現在も発展を続けているんだね。フスホト市の人口は一応増加傾向にはあるが、少子化により内モンゴル自治区全体ではすでに人口は減少に転じている。そこでフスホト市政府は1人目の子供に対して1万元、2人目に対して5万元、3人目に対して10万円の現金給付という手厚い育児支援政策を開始した。思い切った助成金により出生率にどの程度影響が出るのか、世界から注目されている。フスホト地下鉄は5号線までの建設が計画されているが、実際に何号線まで建設されるかは今後の人口増加にかかっているぜ。今回の動画はここまで。知られざる、内モンゴル自治区フスホトの地下鉄。興味が湧いた人はぜひ乗ってみてほしいぜ。ご意見ご感想お待ちしております。高評価とチャンネル登録もよろしくね。それでは、ご視聴ありがとうございました。